56歳、女、一人。一人暮らしっていうと、世間ではまだ少しネガティブなイメージを持たれることが多い気がする。それはきっと、一人イコール孤独とか寂しいみたいなイメージが定着してるからかもしれない。でも私は、一人イコール自由だと思っている。だから一人暮らしをすごく満喫している。これを聞いて、そんなのは負け惜しみじゃないって思った人は、多分一人でいることが向いていない人だと思う。人には向き不向きがあるから、もちろん常に誰かと一緒にいる方が幸せに思う人も世の中にいて当然だと思う。世間にはこれだけたくさんの人がいるんだから、自分と意見や考え方が真逆な人がいて当たり前。大人なら自分の好きな方を選べばいい。私が住んでる山によく見かけるとっても素敵な老夫婦がいる。必ずいつも二人で朝8時頃散歩を楽しんでいる。道の端っこに生えてる草花を指さしながら、同じ散歩道でも毎朝変わる風景を楽しんでるみたい。たまに顔を合わすうちに、いつしか自然に挨拶をする間柄になった。本当に仲がいいみたいで、男性の方は奥さんをいたわるような感じで歩いていて、そんな奥さんも嬉しそうに後ろからついていくような感じ。二人ともいつもニコニコ笑顔で幸せそう。朝といってもかなり日差しも強いから、二人ともお揃いのちょっと大きめの日傘を差してゆっくりと歩いてる。二人を見るたびに私まで幸せになってくる。ここまで幸せオーラをまとっている夫婦を見たことなかったから、こんな夫婦っているんだなーってつくづく思いつつ、ほのぼのとした気持ちになる。と同時に、いつも一緒で幸せな二人だから、将来どっちか一方が残された時は大丈夫かなーって、ちょっとおせっかいに思う自分もいたりする。私の住んでいる地域は観光地だから、近くの海沿いやテーマパーク付近なんかに行けば、いろいろなタイプの観光客を大勢見かける。明らかに一緒に来たはずなのに、喧嘩でもしたのか、かなり距離を空けて無言で歩いている夫婦。大家族で楽しんでいるグループ。泣き叫ぶ子供なんかもたくさん見かける。そんなあらゆる人たちを眺めながら、私はいつも改めて今現在の自分が置かれている状況を振り返る。私は自ら一人でいることを自分の意志で選択したんだって。そしてなんだかほっとする。私が最近特に思う一人で暮らすことの最大で最高のメリットは、何と言ってもストレスが激減したっていうこと。大抵私たちのストレスの原因は人間関係の複雑さから来ることが多いって感じてる。お互いの摩擦が激しいほど心が消耗する。それは他人だけじゃなくて家族との間にも存在する。ある意味、そんな身近な人たちとの方が常に生活を共にしているわけだから、それぞれにかかってくる負担の割合の差によって不満が生じて、その負担が多いと感じた方にストレスがよりたまる。お互いの依存レベルに差が生じると、不公平っていう形に変化。そしてギクシャクし始めて、空気がどんより重くなって
心も病んでしんどくなる。家族以外だったらとりあえずその場から離れれば肉体的には解放されるから、ある意味では楽だったりする。家に帰って好きなことに没頭して忘れちゃえばいいから。さらに一人で暮らしていると、自分で決めた日々のルーティンも当たり前にこなしていける。これは一人暮らしじゃないとなかなかそうもいかない。誰かと一緒に生活してれば、家族やパートナーとかの都合だってあるから、自分の予定を変更せざるを得ない時だってもちろんある。だからたとえ計画を立てたってその通りに進められないことは想定内。そんな時、もし自分の意見を貫き通せば、自分勝手とかわがままって咎められる。誰かと一緒に住んでいれば、お互いに協力し合って折り合いをつけながら生活するのが常識で、それが目には見えない当たり前のルールだから。自分の都合や予定だけを押し通せば、家族間での信頼関係もなくなってくる。それぞれの計画や予定を変更して、お互いに調整しながら公平になるように合わせていく。そうすることによって関係性を円滑に保ちやすくなる。こうした行いは多くの人はあまり深く考えずに本能的に身についているテクニックだと思う。そんな日常茶飯事的に行われる決まり事が一人で生活するようになってから全くないことに気づいた。それによっていつも一定した精神状態を保てることも分かった。さらに時間の流れもゆっくりになった気がする。これはきっと都合を合わせるために自分の時間を調整したりする必要がなくなったおかげかなって思ってる。そして一人暮らしをすることで得ることができたもう一つのメリットがある。それは一人で生きていくにあたって自分自身のことを考える機会がすごく増えたっていうこと。自分のことなのに今まで結構気づいてなかったり知らなかった一面を発見することができた。例えば強いところや弱い部分、考え方の癖や感情表現の仕方とか、本当は何が好きでどうしたいのかとか、すべての時間を自分のことに使えるおかげで心にゆとりが生まれて、ゆっくりと自分を見つめ直すことができる。そしてこれから先どうやって生きていくか、ぼんやりして曖昧だった自分の将来がフォーカスされて、何をしてどう改善していけば今よりもっと豊かな気持ちでこの先過ごしていけるのかを真剣に考えることができるようにもなった。さらに本当に少しずつだけど毎日いろいろなことを行動に移すことによって自分の生活環境が徐々に変化して向上していくのを実感している。これは一人にならなかったら絶対にできなかったと思ってる。理由はきっと私がもし誰かと一緒に生活してたとしたら、こんなにも自分自身を改めて見つめ直すことはなかったと思うし、心のどこかで依存心や変化を好まない安定的な生き方を選んでしまってたような、そんな気がしたから。たとえリスクがあっても変化がある生活の方が刺激的だし面白い。今まで選択してきた人生の積み重ねが今の自分を作ってる。そして
そういった選択をするときには、大抵誰かが絡んでいることが多かった。こっちを選んだら、あの人に迷惑がかかるんじゃないかとか、お互いのためには、あっちを選んだ方が丸く収まるかなとか。ただ、どっちにするかを決めるときは、その都度、誰かのことを考えて選択することによって、もしその結果が自分にとって不都合だったとき、心の中でその人のことを責めてしまうかもしれない。そんな自分になることは絶対嫌だったから、一時的な関係性を保てるような無難で自分の気持ちを無視した選択じゃなくて、本当の自分の気持ちで選んできた。だから私は自分の人生で後悔していることは何もない。いいことばっかり言ってきたけど、もちろん一人暮らしで大変なことだってある。当たり前だけど、全部自分でやらなくちゃいけない。でも、そのために自分の健康管理には余計に気を使うようになるし、人に頼れない分、自分でやる努力もする。面倒だったりもするけど、私にはすごくプラスになってる。こういうことがなかったら、きっとだらけちゃうに違いないから。これから先、いろいろな意味で、一人で暮らしていく人の割合って多くなっていくと思う。理由はどうあれ、もっともっと自由を満喫して、自分の新たな可能性を発見してほしいって私は願ってる。年齢なんて関係ない。